はい、全国の風民の皆様、そして世界の風タリアンの皆様、こんにちは、みえちゃんです。皆さん、ベルリンコンサートヨーロッパ初日のライブで、昨日の朝すぐにね、動画をたくさんの方がアップしてくださって、ずーっと見てましたけど、皆さんどうでしたか？皆さんご存知のようにね、ここ数年ヨーロッパ異常な暑さなんですよ。私の身内もね、いつもこぼしてましてね、あっちエアコンついてない家も多いので、昔ヨーロッパエアコンいらなかったのでね、つけてない家も多いんですよ。だから風さん結構移動とかね大変だったと思いますけど、ファンのね YouTuber の皆様ね、苦労してねベルリンまで行った方とかね、あちらに在住の方とかいろいろね詳しい情報くださってとっても感謝してます。風さんのファンはね、頭おかしいけど優しい人いっぱいいるからね。インスタではね、風さん It was a messy first night と言ってましたね。メッシーっていうのはね、よく使う言葉で、ひどいとかね散らかってるとかいう意味ですけれどもね、部屋が汚いとかね、私の部屋みたいにプレゼントがねうまく包めなかったりしてね、渡す時に Sorry for the messy wrapping とか言いますね。そして言葉にはね尽くせないほど、あの愛と感謝を送りますと。そしてね、ここね、イッヒ、リーベティッヒなんてね、ステージでも言ってましたけどね、I love you とね、ドイツ語で書いてますね。風さんはメッシーって言ってるけどね、いい意味でね、びっくりのライブでしたね。いろんな方がね、動画上げてくださったんですけれども、私中でもね、どこの国の方かわからないんですけれども、ライブのね、全てを配信してくださった方がいて、その方の動画ずっと見てました。1時間以上でね、とっても見応えがあるんですよ。でこの方はいろんなステージショーをね、ほとんどVIP 席ね、特等席で見てらっしゃるので、とっても迫力あるんです。動画はね著作権の関係で出せないんですけれども、リンクをね説明欄に貼りますので、よろしかったら見てない方いらしたらぜひご覧くださいね。会場を見ますとね、ヨーロッパによくあるようなオペラの寸劇でもやりそうなね、ちょっと小ぶりな古い感じの劇場ですけれどもね、だと思いますけど、ステージが始まってね、まずねこんなね薄暗い中にお祭りのねお囃子のような太鼓、ドラムの音がね響いてますね。ちょっと幻想的な雰囲気ですね。そしてメンバー3人が出てきます。はい、そこへね割れるような拍手ですよ。もうリアクションすごいです。まずねサジさんのねドラム、響いてね、コビー・シャイとかねデュランとか、もう最高の3人のメンバー、紅白の時もそうでしたけれども、もうこの3人最強だって私は思ってるんですよ。それぞれめっちゃくちゃね腕がいいですよね。サジさんドラムスクールもやってるんですけれども、私あと50年若かったら絶対習いに行くんですけどね。はい。小林さんのねベースはもう言うことないし、デュランさんのうまさはねもうタイニーデスクの時にね実証済みですよね。この人歌もうまいんですよ。で風さんがね登場して、もう舞台がパーッと明るくなってね、はい、皆さんがもうギャーッとね、はい、そしてもう祭りのノリの良さでライブが始まって、最初からすごい熱狂でしたね。そしてね楽しみだったのがね、私風さんのアウトフィットなんですけれども、なんか今回はねこの薄手のねコットンジャケット、なんていうの、ブラウスジャケットみたいな、インド麺なのかな、多分インディアンコットンだと思うんですけど、今年トレンドのねこの大きな襟、そしてピューリタンカラーっていうんですかね、これピューリタンって正教徒風っていうね意味なんですけれども、そこに紐がついていてね、ドローストリングっていうの、紐を引っ張るとこう、絞っても着られるようになってるねデザインでね。でこのパンツはねガウチョパンツのようなスカートにも見える感じの、涼しそうなね
今回も中性的で女の子でもね着られるような可愛らしいファッションでした。そしてね、頭にはお母様のこのタオル、そしてお父様のサングラスといういでたちでもう最高ですね。そして特にね緊張の影もなくてね、カズさん祭りをノリノリで歌い始めて、途中でね聞いたことないなんかラッタラッタラッタッタなんて言っててね、もう面白くて笑っちゃいました。で初めからね気になったのがね、このキーボードのね安定感なんですよ。なんかグラグラしてて、大丈夫かなって、風さん力いっぱい打鍵するので、またねニューヨークの時みたいにキーボードひっくり返るんじゃないかななんてずっとハラハラしてたんですけれども、まあこの不安感がね後で見事に的中しちゃいましてね、なんか音源トラブルになるんですけど、なんか欧米ってそういうステージを前もって準備するスタッフがなんか甘いのかなんか知りませんけれども、アジアンツアーでこういうことありましたっけ？なんか私あった記憶ないんですけども、まず、ちょっとねそのトラブルが私の一番好きな花の時だったので、花の演奏の時だったので余計残念だったんですよ。出だしでねもう音程おかしくなってしまってね、あのーただね風さんがもういち早くトラブルに気づいて、あれっていう感じでね他のメンバー見て、で異変に気づいた現地の人が来てね、こうやって一生懸命なんか、差し込み確認したりしてねやってたんですけれども、はいそれでもね風さんはねもうずっと歌い続けていて、やったんですけれどね。でねすぐに解決したんですけど、結構ね鼻の出だしってノリノリでポイントなんですよね。あれがかじられちゃったのでねちょっと残念だったんです。でも最後はね風さんいつものね Where is your flower でね、セリフで盛り返しましたけど、でね最初に戻りますけど、なんか祭りが終わってね次なんなんの演奏が始まって、この時ね風さんがねタオルを取るんですよ、頭の。そしてその時は風さんはホワイトヘアって言ってますけれども、シルバーだっけ、なんかブロンドにしか見えないヘアがね、パッと出て、みんなまたギャーって言いますねなんかその時もうステージがねもうすごいなんていうのかしら、全体ステージ全体が光ったようですごかったですね。なんか風さんの持つカリスマって言いますかね、オーラと言いますか、エネルギーがパーッとね炸裂したような感じですね。日本人がねブロンドにすると大体ちょっと違和感あるんですけど、風さん黒髪もすごく素敵でね、金髪でも全然違和感ないんですけどね、私黒髪も好きなんですけど、顔立ちがねちょっとお父様に似てて、縄文系というかねコーカサス系と言いますかよく分かりませんけれども、とっても似合いますね。そしてねこのなんなんが終わった時かな、またタオルかぶってねイヒリーベディヒって言ったんですよ、ドイツ語でね。その言い方がもうすごく可愛かったです。恒例のね現地語でのご挨拶ですね。グーテンターグベルリンと言ってね、あと何かドイツ語言ってましたけど、私ドイツ語わかんないのですみません。そしてねThank you very much for being with me tonight ね、今晩僕と一緒にいてくれてありがとう。そしてその後ガーデンが始まるんですけれども、その時面白いこと言ったんですよ。I want you to think about 点点点って言ったんですね。あなたにちょっとこれ考えてほしいんだけどって言ってね、でその後 nothing って言ったんですよ。何もって言ったんですよ。つまり何も、考えてほしいことは何も考えないことって言ったんですね。これみんなジョークだと思って笑ったんですけれども、実はすごくね深い意味があったんですね。何も考えないでください。これはねとってもね大事なことなんです。つまりねガーデンという曲の持つ意味と密接に関係があるんですよ。
まだねガーデンの解説私してませんけれども、後でねするチャンスあると思いますけれど、とりあえずね今は風さんの言葉続けますね。ともかくみんなが笑ったので、風さんこう言いますね。Your busy, hectic mind deserves some rest. こう言ったんですよ。忙しくね慌ただしいあなたたちの心には少しの休息が必要ですと。Just let your mind be your reflection of your divine self and think about nothing and just その後がねちょっと私の耳お年頃なので、just sing with me と言いましたね。ただあなたの心をあなたの神聖な自己としてのそのリフレクション反映、映しているものですね。だからその神聖な自己を出してくださいってことですね。何も考えず私と一緒に歌ってくださいと。この神聖な自己っていうのはもちろん神我のことですね。ハイヤーセルフですね。でそれをねさらっと風さんベルリンのお客さんに言っちゃいました。はい。そしてねその後 from your shoulder not from your ego or pride って言ったんですね。この shoulder っていうのはね子供たちっていう意味なんですけれども、私にはそう聞こえたんですけどね、子供のような気持ちでってことかな。ちょっとね子供のように歌ってプライドとかエゴからじゃなくてねって言ったんでしょうね。そしてね子供みたいにみんな邪念を払ってね無の心になって一緒にハミングしましたね。アジアンツアーでもね感動的だった場面がね蘇って本当に心洗われました。本当にね毎日ね皆さん考えすぎなんですよね。頭の中いろんなことでいっぱいになっててね、私も含めて大抵がね今この瞬間のことじゃなくって過去とかね未来のことでいっぱいなんですよ。それってね結構ね苦しみの原因だったりするんですね。で風さんはそれをよく分かってますから、せめてね自分と一緒にいるこの時間だけはそれを解き放ってね頭を空っぽにしてこの瞬間一緒に歌いましょうよって言ったんですね。そしてどんどんね聴衆を引き込んだところで、初めてステージで歌いますと言ってね真っ白を歌いましたね。まさにねこの時みんなね頭が真っ白な状態になってるわけでね、はい。その状態でこの瞬間思考を空っぽにして真っ白な心になったところで真っ白を歌ったわけですよ。この辺りも素晴らしいね進行具合でね、もう演奏も素晴らしくってね、私この曲本当に名曲だなって思ったんですね。それで今回特にねこの真っ白の演奏が素晴らしかったんですけど、あとカバー曲でねエイミー・ワインハウスのね Love is a Losing Game を歌ったんですね。でこの人ねエイミー・ワインハウスはユダヤ系のイギリス人シンガーですね。すごく早く亡くなってしまったんですけれども、結構私好きなんですけど、グラミー賞も受けてて素晴らしい歌手でしたけど、苦しみの多い人生でねこの人の曲もね風さんのジャズィーなピアノアレンジが大人っぽくて、風さんのね大人の顔を見たような気がしましたね。途中で歌詞忘れちゃってねまた風さんのナチュラルぶりで、逆に受けてましたけど、この曲も良かったですね。でその後また英語でねワインハウスの曲の後英語でスピーチがあって、many things happens、many things happens in your lives. You can be good, you can be bad, and in the end you can chill it and you would live that、なんかそんな風に言ったような気がしますけど、人生にはいろんなことが起こりますと、良いことも悪いことも、最終的には冷静でいられるようになるんですけど、それをねそのまんまにして全てがグレイスであったと分かると言ってね、その後グレイスを歌いました。なんかねエイミー・ワインハウスの壮絶な苦しみに満ちた人生にね
思いを馳せて言ってるようなんかそんな気がしました。もうねエイミー・ワインハウスの人生って言ったらあなたや私のね苦しみなんか本当どっかへ吹っ飛んじゃうようなねものすごい壮絶人生だったのでね、まあこれもね全て普段から風さんが伝えたいメッセージそのままですね。ベルリンのねヨーロッパの人たちにもその思いがねどの程度まで伝わるかはまだ分かりませんけれどもね少なくとも風さんの深い愛はね伝わったと思います。そして一番今回のライブで良かったなって思ったのは私の中では最後の8項ですね。満ちてゆくもね他の曲もすごく良かったんですけれども8項は本当に一番エネルギーが感じましたね。8項ではねもう興奮したファンがね何やら赤いね派手なランジェリー投げ入れてあれ思いっきり笑っちゃいました。はい、なんかアジアのねセクシーポーズの時思い出すんですけれどもあの時のね解説でも言いましたけれどもまた瞬間皆さんね無我の境地になったと思うんですよ。はい、アジアのね時もそうでしたよね。やっぱねベルリンにも畑岡さんいるんだと思ってね妙に納得というかね、やっぱり想像してたけど畑岡ぶりがねアジア特に日本とちょっと違うかなみたいなそんなの投げるか普通みたいなだけど面白いレベチみたいな昔ねトム・ジョーンズとかいうねセクシーシンガーがいたんですよ。今育ち盛りのね50とか60代の方知らないかもしれないんですけれどもすごいファンいましたよやっぱりね。ハンカチ投げてね汗拭いてもらってそれをまた投げ返してもらうみたいなね。はい、赤いブラねそれを風さんまたびっくりもしないでまるで子供がね旗でも拾うように拾ってね拾うのもすごいですけどそれをまた振り回しているのでなおさら受けてましたよね。なんか8校だからね子犬が加えて振り回してるみたいなあれ投げた人ねつけてたの取っちゃったのかしらね。そのあたりちょっと興味あるんですけどこのね一場面見ても風さんのね無邪気さというかねピュアな心が分かってどんなことがあってもねそのまま受け入れて拒否しないという私に言わせればね禅の心あるいはねインドの教えのアドバイターのね心そのままでいつも感心します。パンダ帽子も出てね最後は丁寧に風さんブラもね帽子も拾ってちゃんとお土産にしてましたね。それがまた受けてました。そんなわけでヨーロッパ初日ベルリンでのライブいろいろありましたけどとってもね印象深い素晴らしいライブでしたよ。はい、皆さんどうでしたか。またコメントでね感想聞かせてくださいね。はっきり言って音響効果はちょっとねあれだったんですけどもアジアの時みたいな大スクリーンもなかったけれどね風さんの愛とね盤面のうまさとうまく溶け合っていて素晴らしい初日だったと私は思いました。息つく暇ないほどね次のロスキルで迫ってますね。またどんなハプニングどんなステージになるんでしょうか。ロスキルがねどんなところかの動画もね以前出してますのでよろしかったらご覧くださいね。本当楽しみですね。では取り急ぎベルリンライブの感想をお伝えしました。また次回お会いしましょう。よろしかったらチャンネル登録などもよろしくお願いします。それではさようなら。